Yahoo! 皆さん、こんにちは. Hi everyone, welcome back to Nippon Hippo. Today we are at Sheraton Tokyo Hair Salon. So, I haven't been to hair salon for a very long time. Last time I cut my hair was September last year. I think some of you guys remember I had a hair donation, and this is my very first time coming to a Japanese owned hair salon in Malaysia. So let's see how it turns out. シャルトン東京の代表の千秋です。スタイリストのシュンです。So we are actually gonna start the haircut now, and usually in Japan we will show the picture of the hairstyle or the hair color that we want to go for, so they will have an idea of what kind of cut we would like to have it. でも皆さんにはお楽しみにしたいので、ちょっとまだ見せません。ちなみに翔さんはもともと日本で美容師をやられていたんですか？そうですね。ちなみにどちらでやられてましたか？東京で働いてました。東京で？はい。へえ、なんなんですね。何年間くらい東京には？東京に8年ですね。8年。それがなぜこうマレーシアに来ようかなってなったきっかけとかってありますか？海外は一回住んでみたいなと思ってて、でその東京で働いてる時にここのオーナーのことはもともと知り合いだったんですよ。で行きたいなって考え始めてた時にたまたま誘ってもらえたんで、それがきっかけでです。一個必ず聞いてる質問が皆さんに聞いてる質問があるんですけれども、はい、マレーシアに来る前ってマレーシアの印象、どんな印象でしたか？マレーシアの印象ですか？はい。そうですね。物価が安いってイメージと、あとはやっぱ常夏、暑いとこですかね。暑い。食べ物ってどんなイメージ持ってました？なんか日本と結構違うなとか、アジアっぽいから似てる感じかなとか、どういう？なんかスパイスとかそういうのは多いのかなってイメージはしてましたね。やっぱり暑い辛いですか？そうですね。暑い辛い。マレーシアのお気に入りの料理を2つ教えていただいてもいいですか？バクテーとあとカンティアンクイティオ。キャントニーズクイティオ？私も好きです。実際にマレーシアに来てみて、来る前とこうなんか違うなっていうか驚いたこととかってありました？家がすごい広いなと思いました。家が広い。そうですよね。東京の家ってなんかこう、ちっちゃい感じの、普通のでもちっちゃい6畳とか7畳のワンルームなんで、一人暮らし用だと、そこはこっち来てすごいいいなって思いました。はい、そうですね。Fun fact everyone, the room in Tokyo are really expensive. So even if you rent a tiny room for a single person to stay in, you have to pay like $700. Fun fact, but if you pay that amount in Malaysia, you can get a huge room. Yeah, so that's the benefit of staying here. マレーシアと日本でこうなんか一番こうお客さんとかこのヘアスタイル、人気のヘアスタイルとかでこう違うなって思った部分はありますか？日本にいた時、東京にいらっしゃった時とこうマレーシアに来てこうオーダーとかなんか差を感じたりしますか？例えばヘアカラーだったりとかパーマとか。でも会社のルールで何トン以上までは明るくしちゃダメみたいのがあるんですけど、ありますね。マレーシアは多分なさそうですよね。ない会社が多いと思います。なんでブリーチとかのお客さんがそんなに僕は少なかったんですけど、こっち来てから明るくしたいってお客さんが結構増えましたね。ちなみにこちらのサロンはこう、ローカルのお客様と、日本人のお客様ってどのぐらいの比率ですか？日本人7割ぐらいで、ローカルは3割いるかいないかぐらいですね。へー、そうなんですね。やっぱり日本人のお客様はこう日本人のヘアスタイリストさんに来る方がやっぱり多いですよね。そういう方が多いですね。ですよね。日本人指名で来ますね。他のヘアサロン、マレーシアのヘアサロンとかにこう行ったりしたことってありますか？ありますね。
私あんまりないんですけど、なんかこう日本人の方がやられてるサロンとこうマレーシア人の方がやられてるサロンで、なんかここって全然違うなとかっていう部分あったりしますか？僕はそのチャイニーズ系の人のお店行ってるんですけど、なんか座ってシャンプーされたのがびっくりしましたね。座ってここでシャンプー。そうです。へえ。こういうのあるんだと思って。なるほど。結構違いますね。日本だったら絶対こうシャンプー台でこうやりますもんね。そうですね。マレーシアでなんか生活してて困ったなとか思ったこととかありますか？来てすぐ MCO になっちゃったんで、 FMCO か来て速攻無職になったんで、何しに来たんだろうみたいな。でもどこでも行けないですもんね。そうですね。なんか MCO とか日本ないですもんね。だってないですね、緊急事態もあれ何だったんだろうって感じですね、こっちの経験しちゃうと。別に強制力はないんであれ。そうですよね。東京とかは結構皆さん守ってたりしたんですか？緊急事態宣言。でも最初の1回目はすごい人少なかったなって思いましたけど、もう2回目3回目からは割となんかもう普通、全然人は出てましたね。飲食店とかやってなかったので、確かに夜はあんまり、僕も出てないんで分かんないですけど、あんまりでもそうです、夜出かけなくはなりましたね。でも場所によっては全然いると思いますよ。やっぱりそう考えるとマレーシアの一番最初の2020年のロックダウンはすごかったと思います。乾かす時とか上から乾かした方がいいですよ。上から？下から乾かすと風がこうブワーってきて、戻る時にこういうイメージなんですよ。上からだとこうちっちゃくなるんで、もうそう。終わりました。そう、日本のヘアスタイリストさんとか美容師さんはこういう風にね、最後にいい感じの雰囲気になるようなスタイリングとかをやってくれます。日本人っぽい髪型が好きな方はぜひここでね、こういう私とお揃いの前髪を作ってみてください。はい、皆さんいかがでしたか？今日はね、スタイリストのしゅんさんに私のこうカットをお願いしたんですが、オーナーのね、千秋さんにも最後いくつか、質問をしていきたいと思います。はい、ではいくつか聞いていきます。千秋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、インスタグラムでね、ちょっと、拝見させていただいたのが、フランス語ができるっていうふうに、書いてあったので、フランスに行ってらっしゃったのかなと思って気になったんですけど。そうですね、98年から2006年まで6年間8年ですかね。8年間で仕事をしてました。もうヘアスタイルのお仕事？もう撮影の方ですね。モデルさんとか？そうですそうです。フランスとか、あと多分東京でもお仕事をされていたかなと思うんですけれども、そこからこう東南アジア、マレーシアに興味を持ったきっかけとかっていうのはありますか？たまたまマレーシアのローカルチャイニーズの人のフォトグラファーがいたんで、知り合いで、紹介でこっちに来たって感じですね。このお店とか、あとご自身のこの得意なスタイルとか、あと魅力、アピールポイントみたいなのがあれば最後にお伺いしたいんですけど。カットに関してはやっぱり超一流なんで、それに関してはどこにも負けないつもりで、というここのサロンのポリシーですね。隠れ家的な感じで、ちょっと見つけにくいとは思いますけども、皆さん来ていただけるとありがたいです。はい、では、千秋オーナーでした。はい、
ではね、今日お世話になりました千秋オーナーとしゅんさんです。皆さんもカットをする際にはぜひこちらの隠れ家サロンに来てみてください。では皆さん、バイバイ。日本ヒッポー。